ボンジョー。このチャンネルではセーヌ川にまつわる動画をいくつかお届けしてきました。セーヌ一人旅と題したシリーズでは、2001年6月にパリからディジョン、そして田園を走る路線バスに乗って私がセーヌ川の源流を初めて訪ねた時のお話をご紹介しています。源流域にたった一軒だけある家に暮らすポールさん、モニークさんと偶然に出会い、お昼ご飯をご馳走になり、食後には再び源流域を散歩しました。午前中とは違って、今度はモニークさんの案内で、朝には全く気づかなかった源流の秘密を発見することになりました。昔の人たちにとってセーヌの源流は聖域とされた場所だったようです。さて、今日はこの続きをお話ししますね。モニークさんに先導してもらいながら分け入った草むら。そこには思いもよらない発見がたくさんありました。今でも水が流れている水路の遺跡や、さらに上流のか細い流れを少し腰を落ち着けて写真に撮っておこうと思いました。その間、モニークさんに待っていてもらうのははばかられますし、帰り道がわからなくなるほどの場所でもないので、しばらく写真を撮ってから戻ります、と彼女に声をかけました。好きなだけどうぞ、家で待ってるわね、とモニークさんは私に言い残して来た道を戻っていきました。草がぼうぼうと生い茂っている中、かろうじて少しだけ隙間の空いた水路、そして鉄格子で守られている足元の水場。快晴のもと、どれぐらいの時間私は太陽の光を背に受けていたのでしょう。コットンのシャツに汗がにじんでくるのを感じます。朝、ポールさんに出会う前、冷え切っていた体の感覚はすっかり遠くなりました。それぞれの場所をフィルムのカメラとデジタルカメラの両方でと思っているので、いちいち時間がかかります。ひとしきり撮影が終わって、もう気が済んだというところで、モニークさんとポールさんのいる家に戻ることにしました。帰り道でもやはり女神のいる洞窟の前を、そして緑の泉を通ります。今日は結構な人出になる、とポールさんが言っていた通り、セーヌの源流域には三々午後人がやってきています。ほとんどの人は舗装道路の路肩に車を止めて、階段を降りて小道を歩いて源流域を一周したら帰ってゆくというほんの一時の訪問者。早朝のバスを降りてたった一人森を歩いてやってきたとはいえ、私も彼らとそれほど違わない訪問者だったはずなのですが、ほぼ丸一日を源流域で過ごすことになり、今では女神の洞窟も緑の泉も手に取るようにと言っては大げさかもしれませんが、なんとはなしに親しみのある場所に思えてくるのでした。森のトンネルの小道を抜けると、ご夫妻のいる一軒家が見えます。お昼寝が済んだのでしょう。ポールさんはテラスの赤い椅子に座って日光浴をしています。私の気配に気づいたモニークさんが家から出てきて木の門を
開けてくれます。先に戻ってくるとき、あなたのいる方を見上げると、草むらの上から帽子がちょこちょこ見えたり隠れたりしていたわ。ずいぶん写真を撮ったんじゃない？喉が渇いたでしょう。と、モニークさんが私を家の中に迎えてくれます。ふぃーと私。モニークさんは私が欲しているものを先回りしてテーブルに持ってきてくれました。緑のボトルとリカールのロゴの入った水差し。オランジーナのロゴ入りのガラスのコップに、まずはボトルからモニークさんお手製のカシスシロップを注ぎ、そしてこれまた彼女がとっておきの場所から汲んでくるセーヌの源流水で割ってくれました。一息ついてから今度はモニークさんと一緒にこの家の庭を歩きました。ポールさんが日向ぼっこしているテラスから石の階段を5、6段ほど降りると前庭に出ます。きれいに刈り込んである草の庭の真ん中には、昔そこに井戸でもあったのか、苔むした円筒形の石があって、その上は今黄色いパンジーの花盛りです。前庭から左へ行くと、草地は緩やかな下りになっていて、その先にこの家の水場があります。四角く石で囲った水場は幅5、60センチくらいのものでしょうか。そこを満たしているのは源流域から流れてくるセーヌの水。そうなんです。ポールさん、モニークさんの暮らす家にはセーヌ川が流れているのです。もちろんこの家がセーヌ流域で最初の家であることは間違いありません。水場のすぐ横にはセーヌの本流が通っていて、木の板を組み合わせて作った自前の橋がかかっています。1メートルほどのその橋を渡ると、右の岸に行かれるようになっていて、そこにはモニークさんが丹精する畑があるのです。お昼にいただいたサラダは、この畑で採れたものなのでした。じゃがいももここで？と尋ねると、じゃがいもは無理。サンジェルマンの村の畑よ。ここは水が多すぎるから。とモニークさんが答えます。セーヌの右岸と左岸、そして前庭の周りには野菜だけでなくいろいろなハーブや花、果物の木もあります。これはシブレット、こっちはカシスとモニークさんは一つ一つ説明してくれます。ふと見ると、イチゴの白い花が咲いていて、ちょうど食べ頃になった赤い実が緑の中にぽっちりと見えていました。あら、とモニークさんが手を伸ばし、摘んだイチゴを私の手のひらに乗せてくれました。グッデー、食べてごらんなさい。セーヌのほとりで頬張る小さなイチゴ。それがどんなお味だったかは、皆さんのご想像にお任せするといたしましょう。